はい、またまたやってまいりました。久留米にあります福岡県ですね、K スタジアム、中村模型店にやってきております。ならまだ恒例の木を見てもらってよろしいですかね。桜の木です。完全に、散りまして、緑になってしまいました。はい。少し残ってるのかな、まだ。下に落ちてしまいましたね。まあ雨も結構降りましたし、もう暑いですからね。まだあれから2週間しか経ってませんけども、はい、3回目の P タイル。はい。今日は LP の方は、はい。まあフロントを固めたのと、はい。まあねじれを少しこの前よりはなくなってます。スポンジがちょっと硬いの入れたんでですね。まあその辺も動画に、自分のためでもあり、はい、ちょっといろいろ見てもらおうかなと思いますんで、はい、やっていきましょう。行きましょう。はい。まずは受付をですね。すみません、またやってまいりました。今日もよろしくお願いします。お、待ち構えてますよ、ほら。はい、なんかずるバッテリーめっちゃ軽いやつ持ってますよ。いや、これがおお、なるほど。出るか京都出るか。そうですよね。すごい。おお、すごいですね、これ。すごい。下にアンプを乗せても。ああ、ここにですね。ああ、なるほど。なるほど。ウェイト調整は上でそこに乗せるてるんですね。これ何ボルトになるんですか？6.6。おお。ほうほうほう。これサーボはどこですか？これは先駆けさんの3000、4000。素晴らしい。うわあ、これ隊長やられたら。ああ、何でしたっけ？オプションナンバーワンの。これけどちょっと難しいですよね。ボディがないけんかもしれないですけど。ジャイロのそのゲイン調整とかできるんですか？おお。ほう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 。なるほど。まあ私はマスダンパーはつけてきたんでですね。そうですよね。ここ。ちなみにこのセットで組むといくらぐらいでできちゃう感じですか？8500円ぐらいでジャイロが入ってる。でサーボはついてないですよね。サーボ付きのセットも一応あって、はい、それが1万5000円か6000円ぐらいだったと思います。サーボと1万5、6000円。そうですね。アンプと全部セットになって、それ今ちょっと頼んだんですけど、はい、店員さん持ってなくて。それにはモーターもついてるんですか？モーターがないだけで、ですね。バッテリーはついてなかったやつだったかな。あ、違う、バッテリーセットも取ったかもしれないですよ。ってことは1万5000円ぐらいで、そのぐらいで確か全部セットでモーターだけ別に、はいはいはい、モーター380モーター買って、スペーサー買って、まあ540でもいいですね。でボディとタイヤホイール、いくらぐらい？3万、でも4万ぐらいになっちゃうんですかね、やっぱ。ですよね。そうギリギリまでやってさあ、それがどんな走りをするか楽しみですね。これも隊長も完全にミニ四駆コーナーに首だけちょっと乗せてもらいたかったんですけど、最近ですね、ミニ四駆の今回そのダンパーのところにもこれ使ってるんですけど、スプリングですね。これか。これも使ってるんです。私これ家にあったんで。でこれがシルバーがハードでゴールドがソフト。自分ソフトを使ってるんですよ。この間この動画を写真を見せるって言って結局また見せなかったですもんね。そうです。頭見せます。これです。これ使ってるっていうところで、これがちょうどやばいんですよね。でその何種類か入ってるってこと？これ2種類ですね。でこんだけ数があるんで、なるほど。そのやっぱりこれを後ろの1個ついてるダンパーにつけるっていうことですね。そうなんです。そのシャフトのところに通せば、で少し余ったところは、自分これですね。オーリングで潰して一番使えるテンションとかを合わせて、でもですね、部品でいうと何十円の世界なんで。なるほど。とこの前のマスダンパーをどうですかね。これですね。そこね。そうですね。そばつけてるっていうところ、なんかミニ四駆コーナーが意外と LP にこう活躍するんで。見てます。はい。というところで今日もよろしくお願いします。ならいいですかね。いいですよ。どうぞ。ならどっちからしようかな。来た。やっぱその
技術も多分まだ今上がっているところなんで、部品が良くなった、その変えた件っていう感じで良くなったのか、自分がただこう少しできるようになってきたのかがですね、分からんくなります。なるほど。はい、今成長中ですので。隊長が成長してるんですよ。いや、成長もしてると思うんですけど、でもこれは自己満じゃいかんけんですね。そうですね。これって靴で行かれてたんですか？靴で大体大丈夫です。はい、自分はお行儀がいいので。いやでもどうしましょう。聞いたら自分はお行儀がいいから一応脱いで入るようにしてます。失礼しますっていうかね、私たちはそういうものというところで何も書いてないですね。ならば香水にしようかなと思いますね。中身は見せときいいですかね。中身見せてください。最初見せますね。さっきのスプリングのところと、そうですね。これが結構動くんですよね。意外とダンパー自体を変えたんですね。純正から。すみません。そうですね。ちょっとオイル漏れしたんで、私の組み方が悪くて、なんでアルミ製の使い慣れたハイブリッドの純正を、それがついて、こう、でここにさっきのスプリングをちょっとつけてるっていうことですね。そうですね。なので多分体感シューズとして使う場合はあんまり関係ないかもしれないんですけど、屋外で使うときは結構入力が来るんで意味があると思うんですよね。なるほど。っていうところです。あとマスダンパーとか動画を上げてますので、見てもらえばよろしいかと思います。スポンジもなんか変えたって言ってましたよね。ここですね。この辺のスポンジ3点止めてますけど、これは動画で分かるか分からんですけど結構硬い方ですね。この重さじゃあんまロールしなくなってきましたね。このスポンジを変えたということですね。というところでやってます。大丈夫ですかね。あとは載ってますね、動画に。そうですね、前の動画に。ならばやっぱ最初来た時の感覚とが全然違いますね。もうそう徐々に上げていかなんですね。速度ですね。今一人ですが、後で多分また一緒に走ってくれる人がいるはずですので。イメージはヨットに乗ってる感覚を。斜めに加速してあげる。そう斜めに。やっぱアクセルを長く、踏む時間をするために向きを変える直前までやっぱアクセルを踏むイメージをしようかなと。ここで早めに踏んで向きは失敗ですね。踏んで向きを変えて長くアクセル踏む。で変えるまで向きを踏む。
買ってきた。ちょっとずつ分かって、なるほど。今日は向きを、踏める。で早めに踏む、向きを変えて、繰り返すまで踏む。で早めに踏む。音を大事にちょっと考えてきたんですよね。でもまだうまく走れてませんけど、この前よりも向きを変えるまでギリギリまで、失敗した。なんですかね、この前はアクセルを抜いて変える。で向きが変わってアクセルを合わせていく。でここで抜いて向きを変えて合わせていく。ここで完全に抜いて合わせていく感じでしてたんですけど、今日は踏んで向きを変えてアクセルを入れる時間を長くする、ちょっとようなところを意識して、この LP はですね、走らせていこうかなと。下手くそだな。ちょっと今練習中ですというところで、こんな感じで、音をちょっと重要的に、実写の動画を見させてもらって、86ってどんな走りやってるのかなっていうのを自分なりに考えて、今日このサーキットに来てましたね。やっぱりせっかく LP 乗ってるんで、ハイブリッドとは走らせ方は違うよなっていう。書いて止める。しっかり3点書いて止める。書いて、この前取ってもらったよりもコースを一周走る上でこのアクセルが鳴ってる時間が多くなれば、今日はそれ成功でいいのかなというところで。いいね、いいね、いいね。踏んで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 恩返し。お、いいね。いいよ。坂に乗るとちょっとあれです。踏めるとか踏んで返して踏んで曲げて、今のも踏んどけば曲がってましたよね。なるほど。旋回してましたよね。
悔しい悔しい。だからアクセルを入れるところが頑張りすぎてるからブレーキに移すところが雑だったりとか、なので姿勢がふらついたりとかするので、そこをちょっと意識してやるといいと思います。入れた時こそ次を丁寧に、次を丁寧に、はい、了解。そういいよいいよ。ああ、ちょっとね、芋ってる。ここがちょっとまだ課題点ですね。コース内をしっかり当たらず走ってみることも、でそこから生まれるなんか一回ちゃんとコース内を走る向きをちゃんと変えて、ちゃんと入れるとこ入れないと向きが変わらないから。難しいな。かっこよく走ろうと思うと難しいですよね。そうなんですよね、難しいな。うわ、なんかさっきより雑になってるんですよね。で LP はちょっと今回の仕様は硬かったかな。硬かったですね。なんかっていうところで見てる感じでも硬そうでしたもんね。まあそこは一応言ったんですね。でもこれをアスファルトに持っていけば、まあいい方向に行くし、まあそうですね。ちょっとそれもなんか分かりやすいですよね。軽いから余計そのアスファルトで走った感じとこのピータールで走った感じでのそのイメージが明らかにこう変わるというか。でこれで、このバネとかもなんかいろいろマスダなんかいろいろスポンジとかしとるのを一回持って帰って取るのは私面倒くさいと思うんで、なので考えたのはですね、P タイル使用の時は、こっちになんかここにですね取り外しマジックテープとかで可能なウェイトを貼るとか、それでこのロール感を出す。結局それを使ってこのスポンジを潰してやる。そうするとこのミューの低いところでもっと面圧もかかるし、今私のなんかさっきは重量感言うんですけど、まあでも実際もっと重みのある走りをする。でアスファルト持って帰ったらそれを外して。走らせれば同じ A ぐらいが取れるような。なるほどですね。はい、そんなもうこっちはあんまりいじらずっていうところでいこうかなって考えております。です。はい。じゃあ今日もお疲れ様でした。今日は本当にお疲れでございました。お土産は無事故だけでよろしくお願いします。